こんにちは、アンゴラです。今回のではこれです。ドーン！ビットコイン NFT の登場で送金手数料が爆上がりした。価格への影響を予想せよ。チャートダウン！爆上がり！灰色の線は2021年8月以降のビットコインの価格。青色の線はビットコインのトランザクション手数料です。トランザクションを簡単に言うと取引です。例えば自分のアドレスから他の人のアドレスにビットコインを送金したときにトランザクション手数料がかかり、支払った手数料はマイナーが受け取ります。手数料は多く支払うほど優先して処理してもらいやすくなるので、取引が急増するとトランザクション手数料も高くなりやすくなります。2021年8月から2023年4月までのトランザクション手数料の平均は 0.00005BTC。高値は2022年11月8日の 0.000155BTC で、当時は FTX の破綻ショックによって中央集権取引所の信用不安が生じ、取引所から外部ウォレットに送金する需要が高まっておってトランザクション手数料が急騰しました。そして右端の今年2023年9月のトランザクション手数料を見ると、2022年の高値を一気に超えて5月5日に 0.000328BTC をつけました。チェンジ！これはトランザクション手数料をドルに換算した結果です。5月5日は 9.68 ドル。日本円にして1300円。4月の手数料から最大11倍になりました。このように最近ビットコインの値動きが小さい中、トランザクション手数料が跳ね上がる事象が発生しました。チェンジ！これは表示範囲を2012年以降に広げたものです。9.68 ドル以上をつけたのは2021年7月以来なので、1年10ヶ月ぶりです。仮想通貨バブルの2017年の最高は 55.5 ドル。当時レートで6290円。価格も2017年12月に最高値をつけた後、バブル崩壊で価格とトランザクション手数料は共に急落しました。トランザクション手数料の過去最高は2021年4月につけた 60.9 ドル。当時レートで6590円。価格は2021年4月に最高値をつけた後、7月から再び上がり始めて11月に最高値を更新しましたが、トランザクション手数料は上がりませんでした。全体的に見ると、価格が上昇トレンドに乗っている時や急落したタイミングでトランザクション手数料が高くなるという傾向がありますが、あまり反応しない例外もあります。そして今月5月に値動きが小さい中、トランザクション手数料が高騰するという例外が発生しました。手数料が高騰した理由はこれです。ドーン！ビットコイン NFT オーディナル。 NFT はデジタルデータ一つ一つの所有権を識別できるようにしたトークンのことです。イラスト、音楽、動画、ゲームアイテム、チケットなどのデジタルデータを NFT としてブロックチェーンに保存し取引できる時代になりました。例えば自分で描いたイラストを NFT にして他の人に売ることができます。NFT はイーサリアムなどスマートコントラクトを実装したブロックチェーンで発行するのが普通なので、今までビットコインのブロックチェーンに NFT は発行されてきませんでしたが、2022年にビットコインのブロックチェーンに NFT を発行できる機能を開発するオーディナルプロジェクトが立ち上がりました。そして今年2023年1月にオーディナルがリリースされ、誰でもビットコインのブロックチェーンに NFT を発行できるようになりました。2月にはボワードエイプヨットクラブという人気 NFT を発行するユガラボがビットコイン NFT に参入することを発表しています。チャート！これは今年2023年3月から現在までのビットコイン NFT の日別の発行枚数です。3月は1日100万以下の少ない日があれば、4万枚を超える多い日もあったりとまちまちでしたが、4月22日に6万枚を超えてからは6万枚以下の日は一度もなくなり、5月1日に35万枚、5月6日は29万枚、5月7日に過去最高の37万枚をつけています。発行枚数の累計は330万枚を超え、増加ペースは加速しています。赤い線はトランザクション手数料で、5月6日から7日にかけて急騰しています。次これはビットコイン NFT の送信回数です。
4月後半から回数が増え始め、5月6日と7日は両方とも2万回を超えています。次と、これはビットコイン NFT のトランザクション数とビットコイン NFT 以外のトランザクション数の占有率です。赤色がビットコイン NFT、黒色がビットコイン NFT 以外です。なんと4月末からビットコイン NFT のトランザクション数が 50% を超える日が出始め、5月7日は 65.3%、5月8日は現在まで 72.2% で凄まじいことになっています。以上のように今年1月からビットコインで NFT を発行できるようになり、NFT を発行するトランザクション数が急増したことでトランザクション手数料が高騰しています。以上を参考にビットコイン NFT の人気が沸騰した時のビットコインの価格に与える影響を予想すると、ネガティブと予想します。まず、イーサリアムの NFT とビットコイン NFT の大きな違いについて説明します。画像や動画などのデジタルコンテンツはテキストと比べて比較にならないほどサイズが大きく、イーサリアムのブロックチェーンに NFT のデータすべてを保存すると手数料が半端ないことになるので、ブロックチェーンに保存せずに IPFS という分散ファイルシステムに保存するサービスが多いです。一方、オーディナルのビットコイン NFT の特徴はフルオンチェーンです。フルオンチェーンは NFT のデータすべてをブロックチェーンに保存することです。外部システムに保存するよりブロックチェーンに保存した方がデータをより安全に保存できます。さらに、ビットコイン NFT はセグウィットを利用してデータを保存するコストを下げていて、イーサリアムにブロックチェーンに NFT のデータを保存するコストが低いです。なら、ビットコイン NFT のニックフットは利用者が増えて価格にポジティブと思いそうですが、スケーラビリティの問題があります。ビットコインは平均10分間隔でブロック1個が生成され、1秒あたりのトランザクション処理件数は概算で7件前後。処理が大量に発生した時の送金詰まりや手数料高騰などのスケーラビリティの問題を解決できてなく、ライトニングネットワークなどの取引を高速化する L2 ソリューションはあるものの、ビットコインのブロックチェーンそのもののスケーラビリティの問題を解決する今後のアップデートの予定は今のところありません。そこにビットコイン NFT の発行機能を追加してトランザクション数の底上げをし、送金詰まりが発生しやすく、トランザクション手数料1万円超えは当たり前みたいなブロックチェーンになると、世間のビットコインの評価はどうなるか。これがビットコイン NFT の人気沸騰がビットコインの価格にネガティブな影響を与えると予想する理由です。ずっとこれはビットコインのブロックチェーンサイズです。2020年5月は 276GB、2023年2月から急に傾きがきつくなり、5月7日は 478GB、2022年は1年間で約 62GB が増えたのが、現在のペースがつくと2023年は 100GB 以上増えることになります。もしビットコイン NFT の人気が沸騰して現在の数十倍のペースで NFT が発行されるようになると、年間 1TB 超えも夢ではありません。ちなみに現在のイーサリアムフルノードのサイズは 14TB なので、イーサリアム比べるとビットコインはまだ小さい方です。もちよもちよ、オーディナル、エブリナル。ビットコイン NFT の人気の変化は予知して大きな変化があった時は Twitter で投稿します。以上、ビットコイン NFT の登場で送金手数料が爆上がりした。価格への影響を予想せよでした。この動画が参考になったらグッドお願いします。暗号資産に爆撃するためにチャンネル登録お願いします。爆上げしそうな草コインを探すならサブチャンネルをご覧ください。Twitter では暗号資産の速報をしているのでご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。